はいがーい。日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日もわさびの日本語相談室に来てくれて本当にありがとうございます。ここでは皆さんからの質問を読んで日本語の使い方を教えています。質問は誰でも送ることができます。回答は不定期ですので、ぜひチャンネル登録お願いします。さて、今日の質問はこちら。こんにちは、わさび先生。こんにちは。この質問は多分 N4、N3 のレベルです。と思う、と思います、と思っている、と思っていますの違いは何ですか？違い、使い方を教えてください。という質問です。匿名希望さん、とってもいい質問を送ってくれてありがとうございました。この文法は意味の違いはシンプルですが、いつ使うかが難しい表現です。今日は、と思います、と思っていますについて、そしていつどんな風に使えばいいのかを勉強しましょう。まず、と思います、と思っていますは話す人の思い、意見や判断を伝えるときに使います。この表現のポイントは、その気持ちをはっきりと言わない、断定しないところです。この表現は、との前の内容や主語によって使い方やニュアンスが変わります。一つずつその違いを見ていきましょう。白わさびです。黒わさびです。白わさびは聞きます。彼のことどう思う？黒わさびは言います。かっこいいと思います。素敵だと思います。この答えは、今ここで思ったことです。その場での判断です。今どう思うか、今の考えを伝えるときに使います。すごくシンプルです。白わさびです。黒わさびです。白わさびは聞きます。彼のことどう思ってる？黒わさびは言います。かっこいいと思っています。素敵だと思っています。この答えは、思いますがずっと続いていますという時に使います。この文法を使うときは、必ずスタートポイントがあります。思いますが始まります。その時からずっと思います、思います、思います、思いますが続きます。今も思います。継続的な思い、判断です。これが思っていますです。続くことがポイントなので、初めて会った時の第一印象などには使うことができません。これは動詞、形容詞、名詞、いろんな言葉と一緒に使うことができます。二つの違いは思う時間です。今の考え、意見、判断を言うときは思います。前から思っていました。最初に思ったときからずっとですと言いたいときは思っていますを使います。では少し考えてみましょう。例えば天気の話です。私はテレビを見ました。天気予報は明日雨でしょうと言っていました。だから明日は雨が降ると思います。雨が降ると思っています。どちらが自然だと思いますか？実は雨が降ると思いますの方が
自然なんです。どうしてですか？それはその情報を知って今どう思うかが大切だからです。もちろん雨が降ると思っていますも間違いではありません。でも天気予報のように他から聞いた知った情報などの場合と思っていますを使うとそれを知った時からずっと思っていますと主張するニュアンスが強くなります。だから今の思いを伝える思いますの方が思っている時間を伝える思っていますよりも自然なんです。レベルアップ。白わさびです。黒わさびです。白わさびは聞きます。夏休みどこに行くの？黒わさびは言います。東京に行くと思います。すごくシンプルな答えです。話している人が自分の未来の予定に思いますをつけるとまだ決まっていません。今はこう思います。多分ですというニュアンスになります。自分の予定を話すときの文法、つもりですと似ていますが、つもりですには今の考えというニュアンスはありません。つもりですはと思いますよりも強い意志、思いがあります。同じ質問です。白わさびは聞きます。夏休みどこに行くの？この時、黒わさびは東京に行くと思っています。ということができるでしょうか？答えはできるけどちょっと変です。どうしてでしょう？思っていますにはずっと続いていますという意味があります。この場合、何がずっと続いていますか？そうですね。東京に行くという気持ちが続いています。では、どうして東京に行くことをずっと考えていますか？多分、行こう、行きたいと思う意志や希望があります。その気持ちが今も続いているという場合が多いでしょう。なのでネイティブは自分の将来の意志や希望を伝えるときは行こうと思っていますや行きたいと思っていますと言います。続いているのは行こう、行きたいという思い、意志、希望だからです。これは将来の自分のアクションを説明するときに気をつけた方がいいポイントです。思っていますは状態や状況を表す動詞、能力、可能性を表す動詞、自発性を表す動詞などいろいろな動詞に使うことができますが、自分の意思を表す動詞の時は少し特別です。自分のことは今どう思うかを答えることができます。特に簡単な質問に答えるときなど、今の思いは思っている時間よりも大切な場合があります。なので、ネイティブはピザを食べると思いますを使ったり、意思や希望が続いていることを伝えたいときは、食べようと思っていますなどを使います。今は思っていますのように、すごく短い間の考えにも使うことができます。今は思いますよりもはっきりしない文になります。他と比べて今この瞬間を主張しているからです。自分の思いをどんな風に伝えたいか、
時間が関係する表現を使うことでいろいろなニュアンスを出すことができます。では問題です。私は彼女は試験に合格すると思います。この文の主語は誰ですか？そうですね。私です。私は思います。合格すると思います。A さんでも B さんでもありません。彼女は試験に合格すると思います。これは今この瞬間の思いです。私は彼女は試験に合格すると思っています。上の文と何が違いますか？そうですね。考えている長さが違います。では、彼女は試験に合格すると思っています。これはどうですか？この文の主語は誰ですか？そうですね。彼女です。私ではありません。と思います。と思っていますは、私の意見、考え、判断に使います。でも、と思っていますは、私以外の人の意見、判断にも使うことができます。この違いもぜひ覚えておいてくださいね。まとめです。今日の勉強はちょっと難しかったですね。でも自分の考えていること、自分の思いを伝えられるのは自分だけです。日本語を使って自分の思っていることを正しく伝えられるととっても嬉しいですよね。と思います。と思っていますはよく使う表現です。しっかりマスターしてくださいね。勉強になったと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。皆さんからのコメント、新しい質問をお待ちしています。それでは次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。